皆さんこんにちは。トニー高谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は前回お見せしましたキハ82の塗装剥がしを行いたいと思いますが、その前に長年使用してきた勝見のパワーパックの故障で前回お見せできなかったモーター付きのキハ82 2両のレストア前最後のテスト走行の様子を少しご覧ください。ご覧のようになんとか動いていますしね、それにきれいに塗装されていますのでね、本当は壊したくないんですがね、塗装を剥がしてこんなにきれいに再塗装できるかといえば絶対にできませんからね。レストアと一口に言ってもモーターを取り替えるだけとか、屋根や床下のパーツだけを入れ替えたり、手すりをつけて後で、フレールにするとか、塗装を剥がさない方法もあります。ところがそれだけでは私の性格が許しませんのでね、困った性格です。気を取り直してやってみましょう。さて、私が若い頃は塗装剥がしといえば、車体がすっぽりと入る容器にラッカーシンナーを入れて、車体をそれに浸して蓋をして2、3日置いておくという方法を取る方が結構おられたようです。今でもブログなどを見ていますと、やっている方がいらっしゃるようです。けれどもラッカーシンナーはご承知のように身体への中毒性の強い有害な液体ですし、引火性も高いです。また環境面からも排液を下水道等に捨てることは許されません。私自身はそこまでやりませんでしたが、脱脂面にシンナーを十分に染み込ませて、何度も車体にこすりつけて塗装を剥がしていました。それから何十年も経って、もっといい方法があるのではないかといろいろ調べてみたのがこちらになります。オルツの塗装剥がし液です。これはすごいです。強力です。ただし後で問題も発生しました。いつものように前置きが長くなりましたが、続きはこちらをご覧ください。作業は近くに水道のある場所がいいと思いますが、洗面所や風呂場は剥離した塗料のカスが排水口を詰まらせる恐れもあります。外もまだ寒いのと撮影の都合で室内で行いました。ただし換気のため窓は開けています。それでは作業を始めます。液体が手につくと荒れますので、塩化ビニール手袋やゴム手袋をします。剥がし液の入った缶をよく振ってから容器に注ぎます。プラスチックは
溶ける可能性がありますので、ガラスや陶器のものを使います。ハケでたっぷりと車体に塗っていきます。塗り始めて1分経過しました。説明書きには20秒から30秒で剥がせるようなことが書いてありますが、それはちょっと無理です。塗り始めて2分経過しました。塗膜が縮れてきました。かなりシワが寄ってきました。ほぼ3分経過したのでヘラで剥がしていきます。こんな感じでスムーズに剥がれていきます。屋根は少し剥がれにくいですね。実は今使用している剥がし液は2年近く前に使用した際に改善したものを使っています。そのためでしょうか。それとヘラはナイフ型のものを使うべきでした。今使っているのは塗膜の上を滑ってしまいます。
剥がれにくいところはもう一度塗ります。内側にも塗っていきます。撮影の都合でほとんど手に車体を持ちながら作業をしていますが、床や机の上に置いて作業した方が良いと思います。外側はほぼ剥がしました。内側はヘラが入りにくいので歯ブラシを使います。剥離した塗料のカスが残っていますが、ほぼこれで終了です。水洗いして塗料のカスを流したところです。少し車体が黒ずんでいるのが気になります。今度は新しい剥がし液を使って岸80の塗装を剥がします。岸は以前に試験的にこの剥がし液を使用しましたので、車体の半分だけの作業になります。少し塗膜が浮き上がってきました。
今で塗り始めて1分30秒くらいです。2分30秒くらい経ちましたが、もう大丈夫でしょう。先ほどのキハ82よりもスムーズに剥がせます。剥離作業が終了しましたが、こちらも車体が黒くなっているのが気になります。引き続いてもう1台のキハ82の塗装剥がしを行います。キシ80に使った剥がし液の残りを使いましたが、途中で別の作業を行っていたため1時間近くガラスコップに入れたままでした。
どうも反応が鈍いようです。液体を缶から出してから時間が経過したためでしょうか。ほぼ外側は剥がし終えました。最初に塗装を剥がしたキハ82と2番目に剥がしたキシ80を並べたところです。どちらも車体に黒ずみが生じています。特にキシの方が黒ずみが目立ちます。キハ82を粉末クレンザーで磨いてみました。時間はかかりましたが、黒ずみが消えてきれいになりました。まだ塗料がわずかに残っていますが、脱脂面にシンナーを含ませて拭き取るか、木下げバケとかで除去します。最後に塗装剥がしを行ったキハ82とキシ80を並べたところです。キハ82はまだ塗料があちらこちらに残っています。けれども最初に剥離を行ったキハ82とキシ80を比べてあまり車体の表面が黒くなっていません。
はい、いかがだったでしょうか。最後にこのホルツ塗装剥がし液を使ってみて気づいた点をまとめてみました。確かにこの塗装剥がし液は強力なのですが、その強力さを引き出すためには作業に適したヘラやブラシを使用したり、机や床の上に車体を置いて作業したりと工夫が必要かもしれません。それと今回3両の車体の塗装剥がしをしましたが、それぞれ少しずつ異なる結果となりました。車両によって塗装が剥がれやすかったり剥がれにくかったりする場面がありました。これは製品の製造年の違いによるものと捉えることもできますが、剥がし液自体の年数経過や空気に触れていた時間にも関係があるようにも思います。同じようなことは車体表面に生じた黒ずみについても言えます。原因は単に製品に使われている真鍮板の経年変化の違いだけなのか、それとも剥がし液と製品に塗られた塗料とが化学反応を起こしたからでしょうか。どうでも良いことかもしれませんが、ちょっと気になりましたので感想として取り上げてみました。このホルツの塗装剥がし液の入手方法についてですが、ホルツと聞いてピンときた方もいらっしゃると思います。自動車の DIY 用の補修材料を製造販売している会社です。ですからオートバックスに行けば置いてあります。価格は1000円くらいでしょうか。もちろんヨドバシとかネット通販でも入手できます。はい、ということで今回もご覧いただきありがとうございました。